ナナちゃんと食パン。俺は飼い犬だ。気がついた時には鎖につながれていた。日の当たらぬ庭の片隅で飼い主の気まぐれで行く散歩を楽しみにいくつもの季節を過ごしてきた。時折通る人間に尻尾を振ってみせて話しかけてもらうことがせめてもの楽しみだ。飼い主が朝晩餌を持ってくるが、どうも俺は大して必要とされていないらしく、ドッグフードの入った皿を置いたらさっさと戻っていく。若い頃は飼い主が来て撫でてくれたら嬉しくて大喜びをしたものだ。喜びすぎて吠えたものだから、だんだんと飼い主も来なくなった。小さい犬はかわいいが、大きくなった犬は番犬の仕事をするだけの道具なのか。いっそこの鎖を外してくれ。そうすれば俺は自由だ。好きなところへ行って好きなように生きるのに。まったく犬であるがためになんてつまらないんだろうな。おや、あの子は誰だろうな。あまり見かけない子だ。いや、違うな。ここのところ見かけるようになったのかもしれない。見た目だけじゃ覚えてられないさ。人間なんてどれもこれも似たようなものだからね。それにしても、あの子は小学生ぐらいだろう。学校はどうしたんだろうな。行かなくていいのか。小学生ってのは毎日集まってでかいカバンに潰されそうになりながら歩いているが、あれも大変そうだな。ってことは人間も結構大変なのかもしれない。小さな子供限定かな。お、なんだ？どうしてここに自転車を止めたんだ？まあめったに人と話なんてできないから、この際子供でも構わないけどな。どれ、尻尾でも振ってみるか。なんだこの子は。俺がこれだけフレンドリーに尻尾を振っているのに全く笑わないじゃないか。子供なら尻尾を振ればかわいいとか言って撫でに来るのに。お、こっちに来る。やっぱり撫でてくれるんだな。ワンちゃん。俺の名前はシャンプーだよ。名前の割に一度もシャンプーしてもらったことはないけどな。ここ涼しいね。ああ、夏はいいよ。暑い時はこの日陰のおかげで涼しくていられる。それでも暑いけどね。暑いね。ここは涼しいけど誰も来ないね。寂しくない？もう慣れたよ。お前の方が寂しそうに見えるぞ。ナナちゃんね、つまんないの。学校へ行けば楽しいだろう。小学生は楽しそうに学校へ行ってるぞ。ワンちゃん、撫でていい？撫でていいけど引っ張るなよ。子供は撫でるふりして引っ張るから、それが心配なんだよ。お、いいね。ナナちゃんって言ったっけ？この子は優しい撫で方をするな。気持ちがいいぞ。ワンちゃん尻尾振って気持ちいいの？気持ちいいよ。お腹すいたね。でも食べるものがないから我慢するしかないけど。ドッグフード食べるか？暑くて俺も食欲がないからさ、食べてもいいぞ。ここにいていい？なんでこのお家は垣根もフェンスもないんだろうね。金がないからだろ。垣根なんかあったら誰も俺に気がつかなくなるから、
そんなものはいらないけどな。ここに座ってても誰にも怒られないよね。ワンちゃん、ここにいていい？いいよ。いつまでいてもいいさ。俺も暇だしな。ついでにこの鎖を外してくれよ。ワンちゃん、明日も来ていい？いいよ。でも学校は行かなくていいの？なんか悲しそうだな。あれからずっと黙ってるな。こんな小さな子が黙ってるって変だろう。近所の子供たちはずっと喋ってるぞ。じっとなんてしてなくて動きっぱなしだぞ。なんでこの子は動かないんだ？ぼんやりとしてるなんておかしいよ。ほら、だんだん暗くなってきたよ。もうお家にお帰りよ。悪い人が来る前に帰りなさい。あ、こんな時間だ。何？あ、携帯ってやつか。こんな小さな子が携帯持ってるんだ。人間はそんなものを使わないと時間がわからないんだから不便だね。また来るね、ワンちゃん。バイバイ。結局、ナナちゃんはお昼も食べずにずっとここにいたけど、一体なんであんなに寂しそうだったんだろうな。俺がナナちゃんの言葉を話せたらな。俺だって伊達に長いこと生きてるわけじゃないんだ。ナナちゃんの話し相手くらいにはなれる。話し相手になれたら、ナナちゃんの悩み相談にも乗ってあげられるのに。だいたいあんな小さな子が黙ってるっておかしいよ。かわいそうだよ。つながれてもいないのに、なんであんなに悲しそうなんだよ。ああ、人間の言葉を話せたらな。せめて、ナナちゃんとだけでも言葉を交わすことができたらな。あ、お母さんだ。お母さん、散歩？行く？え？ドッグフードなら入ってるけどさ、入ってるから入れないってそりゃないよ。新しいのにしてよ。ねえ。それ昨日も入れ替えてくれてないよ。俺だってお腹壊すからさ。ああ、行っちゃったよ。しょうがないな。明日の朝までにはどこかに埋めるか。長いこと生きてるといろんな知恵がつくよな。夜中に穴でも掘るか。それよりもやっぱり人間の言葉が話せたらいいな。ナナちゃんと話がしたいな。せめてナナちゃんと話したい。お母さんと話してもつまらなそうだし、聞こえてくるのはお父さんの愚痴ばかりだから意味ないけどさ。ナナちゃんと話せたら楽しそうだよな。神様っているのかな。祈ってみようかな。お願いします。みたいな。暗いな。やだな。まだ冬じゃないからいいけどね。冬は寒くてな。毛布一枚を敷いてくれても、この年には寒さはこたえるんだよな。これから暑くなるからいいけど。あれから1週間、毎日ナナちゃんは来てる。俺としては嬉しいけど、真面目に学校はいいのかって心配になる。別に行かなくても生きてはいけるよ。だって俺は行ってない。でも俺は人間じゃないから。人間だったらどうなんだろう。ナナちゃんといるのは楽しいし、寂しさと暇が潰れていい。ただし、昼寝ができないのが辛いけど。
ほら、今日も赤い自転車に乗って食パンを1枚ビニール袋に入れてやってきた。あの日から食パンを1枚だけ持ってくるようになったんだ。俺と一緒に食べるためだ。食パンを食べながらナナちゃんは言うんだ。学校なら給食があるけど、学校には行ってないから。もう1ヶ月休んでるの。だからお昼は食べちゃダメなの。でもワンちゃんと一緒だから1枚だけならママにもわからないかなって思うの。食パン1枚で怒られるわけじゃないだろうけど、学校に行ってないことは親にバレたらやっぱりまずいだろうな。でも学校から連絡が行ってるんじゃないのか？子供が1ヶ月も学校に来なかったら学校だって黙ってないだろう。まあ行ったことないからよくわからないけどね。ワンちゃん、パンを持ってきたよ。赤い自転車を止めると俺のそばに座り込む。水筒も持ってきてるのは学校で水筒を持たせるように手紙が来たかららしい。それで毎朝ママが水筒を持たせてくれるようになったという。ワンちゃん。ナナちゃんは俺を呼ぶと黙ってしまった。どうしたの？俺はナナちゃんの顔を見上げてそう聞いた。いつもと同じように届かぬ声をかけた。え？ナナちゃんはびっくりしたように俺を見た。何を驚いているんだろう。何を驚いているの？ワンちゃん、ナナちゃんとお話できるようになったの？え？俺の方が絵だよ。何を言ってるんだ？そうか。ナナちゃんとお話できるように女神様が魔法をかけてくれたんだね。女神様がいるならそんな魔法より鎖を外してくれ。俺は不思議なことが起きたなと思った。今までどれほど思っても人間と話ができるなんてことはなかった。それがナナちゃんとだけは話ができるんだ。俺はずっと聞きたかったことを少しずつ聞き始めた。ナナちゃんは学校へ行かないの？うん、行かない。なんで？ナナちゃんの首筋に汗が流れた。暑いんだね。水筒の水を飲んだら？うん。でも、これを飲んじゃったら、後で何もなくなっちゃうから。なくなったら庭の水道から入れたらいいよ。この家の人は誰もいないから。いないの？ナナちゃんちと同じだね。ナナちゃんちも誰もいないよ。だから安心して飲んで大丈夫だよ。そう言うと、ナナちゃんは水筒を手にして飲み出した。水筒の中からカラカラと音がした。その中には何が入っているの？氷と水だよ。ワンちゃんも氷を入れてあげるね。水筒のキャップを開けて不器用に氷を取り出そうとするがうまくいかないらしい。その気持ちだけで十分涼しくなった。人間でも犬にそれほどの優しさをくれる人がいるのだと思うと、犬も悪くないなと思えた。大丈夫だよ、ナナちゃん。俺は慣れてるから。でもね、氷を入れたら冷たくなるの。ナナちゃんの氷がなくなるから。いいよ。じゃあこうしよう。ナナちゃんが飲み終わって残ったら一つだけ分けてくれ。うん、いいよ。
ナナちゃんはにっこりと笑った。俺は風が通るところへとナナちゃんを移動させると寝そべった。ナナちゃんはこっちの方が涼しいんだねと笑った。それでさっきの話だけどね、学校はどうして行かないの？行きたくないから。どうして行きたくないの？行けば友達がいるでしょ。俺みたいに鎖につながれてたら友達もできないけど、ナナちゃんは自由なんだから。友達なんていないよ。学校へ行っても友達なんていないの。どうしてかな？わかんない。それに、学校に行くと嫌なことがたくさん起こるの。どんなこと？靴の中に画鋲が入ってたりする。それで教科書にマジックで読めないくらいに真っ黒にされたりする。それに無視されたり。これっていじめだよね。ナナちゃんは苦しそうに話してくれた。そうだな。それはいじめだな。鎖につながれている俺は自由を知らない。自由になりたいと思う。けれど自由のはずのナナちゃんは自由であるために辛い思いをしているのか。俺は今すぐにでも学校へ乗り込んでナナちゃんにひどいことをしている子供に噛みつきたくなった。いじめを受ける気持ちがどれほどのものか、いじめている側にはわからない。こうしてつながれていると意味もわからず石を投げられたり棒を振り回してくる子供がいる。怖いからうなればもっとひどいことをされる。噛みつけば飼い主に迷惑がかかる。これがいじめでなくて何になるだろう。それと同じことをこの子は毎日受けているのかと思うと辛くなった。親はなんて言ってるんだ？パパとママには言ってないよ。言ったらきっと怒られるもん。でもずっとこのままってわけにはいかないだろう。でもね、ママが言うの。別に小学校に行かなかったからって大したことじゃないって。小学校の勉強ぐらい教えられるって。パパは？パパは学校は行かないとダメだって言うよ。そうか。しばらく黙っていた。ナナちゃんが何を考えて黙っているのか、俺には全くわからない。それでも小さな頭で、まだ何年も生きていない少女が必死に何かを考えている。俺は目をつぶってナナちゃんの次の言葉を待った。そろそろ昼だなと思った時、少女は目に涙を浮かべていった。学校はね、行こうと思えば頑張れるんだ。真っ赤な目が俺を見ていた。でもね、行きたくないのはもっと嫌なことがあるからなの。小さな少女はどれほどの苦しみと悩みを抱えているのか、涙が頬を流れ、鼻水が唇を濡らした。俺は少女の涙を舐めてやった。できることなら少女の苦しみを全部舐め尽くしてしまいたかった。少女は携帯を取り出すと指を動かした。パパとママの喧嘩した時の写真なの。犬の俺に見せてきた写真には、皿が割れ、
見たこともないものが散乱していた。人間の家の中にはこれほどまでにいろんなものがあるのかと初めて知った。喧嘩するとね、最初はナナちゃんの勉強のことで喧嘩するの。でもね、どんどん声が大きくなって、ママがね、パパが捨てた犬のことを言うの。ママが大事にしてた犬をパパが捨てたんだって。パパは飼えなくなったから会社の人にあげたって言ってたけど、ママはパパを許さないって言ってた。その後はナナちゃんにはわからないことで喧嘩になるの。それでこうやって物を投げるの。すごいね、人間は。どうしたらいいかわからないから、子供電話相談室に電話したの。なんだいそれは。困ったことがあった時に相談に乗ってくれる大人の人がいるところだよ。そんなものがあるんだ。犬の相談室はないかな。無理だよ。犬じゃ話できないし、電話かけられないでしょ。そりゃそうだ。分かっちゃいるが、このまま話を続けていたら、ナナちゃんの心が壊れそうで、少しだけ話を変えたかった。そのおかげか、ちょっとだけ笑顔になった。電話したらね、大人の人が喧嘩したら写真に撮って警察に言いなさいって。子供の話だけじゃ警察は聞いてくれないからちゃんと写真を撮りなさいって言われたの。それがこの写真か。うん。写真を撮って警察に行ったの？警察に行ったらパパとママは捕まっちゃう。そしたらナナちゃんは一人になっちゃう。捕まるのか？わかんないけど、警察は悪い人を捕まえるところだから。ナナちゃんの親は悪い人なのか？悪い人じゃないよ。じゃあ大丈夫だろう？でも捕まっちゃったら。またしても泣き出してしまった。俺はちょっと焦った。まるで俺が泣かせたみたいじゃないか。大丈夫だよ。捕まらないから。人間世界のことは俺にはわからない。わからないけど、とりあえずそう言うしかないじゃないか。パパとママが大好きなんだね。ママは好き。でも、パパは嫌い。勉強しろってうるさいから。なるほどね。どうやら勉強というやつはつまらないものらしい。ねえ、ワンちゃん、どうしたらいい？どうしたらって言われても。ワンちゃんは大人でしょ？どうしたらいいかわかるよね。犬としては大人だけど、人間はやったことがない。俺はじっと考えた。俺だったらどうだろう。俺だったら、俺が人間だったら、俺がナナちゃんの親だったら、ナナちゃんの涙を見たら。ナナちゃんは黙り込んでしまった俺を悲しそうに見つめていた。俺は目を閉じた。翌日もナナちゃんはやってきた。一度学校へ行ったふりをして、親が仕事へ行った頃に家に戻る。赤い自転車のかごに水筒と食パンを1枚。ナナちゃんの大事にしているいくつかのおもちゃを入れて、俺のもとへやってくるのだ。
俺は昨日の答えをナナちゃんに話して聞かせた。ナナちゃん、パパとママにナナちゃんの本当の気持ちを話してごらん。ナナちゃんはぼんやりと俺を見つめた。そうしたらきっとわかってくれるよ。パパとママが喧嘩してることがつらいんだって。泣いても構わないから本当の気持ちを話すんだよ。そうしたらわかってくれるのかな。大丈夫だよ。ナナちゃんを愛してくれてるんだから、水筒を持たせてくれてるんだ。その水筒がママの愛情だよ。だからナナちゃんが本心を言えばきっとわかってくれる。ナナちゃんは水筒を見つめた。うん、言ってみる。でも怒られたらどうしよう。もっと喧嘩になったらどうしよう。大丈夫。ママの愛を信じて。パパだってママと同じようにナナちゃんを愛してるんだよ。そうなのかな。話さなければわからないだろ。ナナちゃんは言葉があるじゃないか。俺に話しているようにパパとママに言ってごらん。その日は折り紙をしたり絵を描いたりしながら時間をつぶし、一枚の食パンを分け合って食べた。時折不安を口にしながら夕暮れが来るまで俺のそばにいた。あれから3度夜が来た。ナナちゃんの姿は現れなかった。一体どうしたのか、俺には知ることができない。誰かに聞きたくても誰にも聞くことができないのだ。俺は忘れようと思った。少女が現れないのは幸せを手に入れたからに違いないと思ったからだ。もう一人で誰もいない昼間を過ごす必要がなくなったのだろう。俺は少女の幸せな笑顔を思い描きながら目を閉じた。遠くから自転車の音がした。あの音は聞いたことがある。自転車の音と一緒にカラカラと氷の揺れる音が聞こえたように思った。間もなく自転車は俺の前で止まった。ワンちゃん！俺は目を開けた。そこにはナナちゃんが立っていた。そうか。うまくはいかなかったのか。それにしてはナナちゃんの顔が晴れやかなのはどうしてだろう。やあ。ワンちゃんの言う通り全部話したの。ナナちゃんの気持ちを泣きながら話したの。そしたらパパとママが分かってくれたよ。それでね、学校であったことも全部話したらパパとママが学校に行ってくれて、今は毎日学校に行ってるんだよ。そうか、よかったね。それで今日はなんで学校へ行かないの？今日は土曜日だよ。だからお休みなの。そうか、それなら友達と遊ぶのかな？ナナちゃんは首を左右に振った。友達とは遊ばない。ワンちゃんと遊ぶの。だからね、折り紙を持ってきたんだよ。それと、ほら、ママに話したらね、持たせてくれたの。ナナちゃんが嬉しそうに見せてくれたそこには、ビニール袋に入った2枚の食パンがあった。それが俺とナナちゃん2人で食べる昼食だった。おしまい。